はい、どうも皆さんお疲れ様です。ゾーリと申します。トリックロジック、続きやっていきたいと思います。回答編ですね。雪降る女子寮にての、回答編をやっていきます。まあ、案の定いつも通り、長所は埋まっております。犯人が事件現場で取った行動のうち、トリックを解明する上で重要なひらめきを2つ答えよう。血が固まった後、シートを切り取った。犯人は現場の窓を明け方以降に開けた。2、犯人はなぜ現場のハサミではなく談話室のハサミを使ったのか、その理由を説明する犯人の行動を示したひらめきを一つ答えよ。犯人は現場を出た後、再び犯行現場を訪れた。3、犯人がシートを切り取って燃やした理由を説明するひらめきを一つ答えよ。犯人が秋の名前をシートに書き残した。4、犯人が土井さんのような行動をとったのはあることが原因である。そのあることについて説明するひらめきを一つ答えよ。三江は秋の不在を知らなかった。で、犯人ですね。じゃあ行きましょう。検証開始。今回の事件の被害者は広告層の206号室の住人である忍。彼女は自室のダイニングキッチンでうつ伏せに倒れて死んでいた。凶器は出刃包丁。これは被害者の背中に刺さったままだった。事件の得意点としては、現場のキッチンのシートが一部切り取られていたことが挙げられる。雪が止んだのは11時。殺人があったのは深夜12時から1時。玄関には3筋の足跡があり、それぞれ誰のものかははっきりしている。そして広告層の周囲には他に足跡はなかった。これらを前提として、犯人は当時広告層にいた人物7人のうち誰かであることは間違いない。私も入るんですか？リンゴが地面に落ちる以上にそれは当たり前のことだ。君のそのぼんやりした見た目が偽りの仮面ではないと証明されない限りはな。で、誰がやったかだが、犯人がシートを切り取ったということからいくつか謎を取り出すことができる。一つは、切り取るのになぜ談話室のハサミが使われたのか。そしてもう一つは、切り取られた後に露出していた部分がなぜ汚れ一つなく美しかったのか。一つ目の疑問はもっともだけど、二つ目のはどういう意味ですか？このひらめきについて思い出してほしい。血が固まった後にシートを切り取った。ああ、切り取られたシートの下が綺麗だったっていうひらめきですね。被害者の体から流れ出た血はシートをせき止められて、一部はシートの上まで達していた。もし犯人がダイイングメッセージに気づいてすぐに切り取ったなら、空いたエリアに血が流れ込んでいないとおかしいと思わないか？確かにそうですね。あ、もしかして血を拭き取ったんでしょうか？何のために？きっと被害者が血にもまたメッセージを書いたんで、床にもまたメッセージを書いたんですよ。しかし拭いたっていうのはそもそもシートのメッセージも拭ければよかったんじゃないか？何もわざわざ切り取る必要ないだろう。手間がかかるだけだ。いや、メッセージは拭き取ることができなかったから切り取ったとも考えられます。そもそも血が流れ込まずにきれいにせき止められたように残っていたということは、その時点ですでに血が乾いていたということです。
つまり犯行時刻とシートを切り取った時刻には明らかなズレがある。犯人が血を乾くまで長い間ダイイングメッセージを放っておいたということかね。一体どうしてそんなことを。ではこの事実を踏まえた上で次の謎について考えていきましょう。なぜ忍の部屋は窓が開いたのか。君の家は立て付けが悪いのかね。普通窓は片手で開くものだと思うがね。このひらめきを思い出してもらいたい。犯人は現場の窓を開け方以降に開けた。これは赤社のこの部分から導き出されたものだ。そうそう、こぼれたビールの匂いが部屋に充満していたから換気しようと思ったんです。それで窓を開けようとして、あ、そう、君がちえみの部屋のサッシ窓を開けようとしたとき、凍っていてなかなか開けられなかった。家に帰ったとき、ちえみが一度開けてるので、サッシ窓はそれ以降に凍結したことになる。ところが、忍の部屋の窓の場合はそうじゃなかった。真上の忍の部屋では、君が空気を入れ替えるときに、サッシ窓は簡単に開いた。確かに窓が簡単に開くというのはおかしな話だね。明け方の冷え込みが厳しく、また朝の6時頃から再び雪が降っていたことを考えれば、現場の窓は夜の12時台ではなく明け方以降に一度開閉されたと考えられる。犯人が開閉したっていうことですか？そう、明け方以降、司くんたちが死体を発見するより前に犯人が開閉したんだ。何のために窓を開けたのかね。しかも犯行がそんなに時間が経ってないからなんておかしいじゃないか。窓を開けたのはベランダから逃げるためじゃないですか？広極層の窓の外はすぐ近くにコンクリートの壁があるから、きっと壁伝いに移動できますよ。それなら逆に犯人が窓から侵入した可能性も考えられるんじゃないかね。おそらく犯人は犯行後に一度現場を後にして改めて現場に窓から侵入したんだ。それか私と同じような理由とか、あの刺激臭に耐えられずに換気しようと思ったんです。確か換気扇は旧式で音が大きいから使えなかったはずですし、他にもいろいろ理由は考えられそうだけどね。吉川君、君はどう考えているのかね。犯人が窓を開けたのはもちろん換気をするためだ。犯人は窓を開けてシートとゴム手袋を燃やした異臭を外に逃がそうとしたんだ。ベランダには雪が積もっていたが、足跡らしきものは一つも残っていなかった。ベランダから侵入した、あるいは逃走したというのは考えにくいだろう。やっぱりそうなんですね。犯人だってあの匂いは耐えられませんよ。犯人がシートを切り取って燃やしたのは血が固まった後だった。おそらく窓を開けたのと同じ時だと思われる。ということは、犯人がゴム手袋やシートを燃やしたのは明け方頃だったというわけか。でもどうしてそんなに時間を置いたんだ？その間に死体が発見されるかもしれないのに。わかった。犯人は何か見落としか落とし物があったことを朝になって気づいたんです。それでそれを始末しに朝に戻った。その時シートにダイイングメッセージが残されていることに気づいたんじゃないですか。その答えを出すために次の謎を考える必要があるだろう。次の謎というのが、なぜわざわざ談話室のハサミを使われたのか。このひらめきによって答えが出せる。犯人は現場を出た後、再び犯行現場を訪れた。もし侵入後にダイイングメッセージを発見したなら、いちいち廊下に出て談話室までハサミを取りに行くなどという危険を冒すことはない。
なるべく部屋の中でハサミを探そうとするのが普通だ。だいたいハサミは目につきやすいところにも2つもあった。流し台の上にキッチンバサミが、テーブルの上には立ちバサミかな。なのに犯人はどちらも使おうとせず、談話室のハサミを使った。あ、もしかして犯人は目が悪かったとか？普通ならわかるのに、犯人はハサミに気づかなかったんですよ。容疑者の中に目が悪い人間がいるなんて情報はなかったはずだよ。確かにそうですよね。どういうことなんですか、吉川さん。考え方が逆だ。談話室の立ちばさみを拝借したのは、犯行現場で使えそうなハサミが発見できないかもしれないという危険を冒したくなかったからだ。犯行現場でハサミが見つからなかった場合、ハサミを取りに行くためにもう一往復余分に犯行現場を出入りしなければならない。廊下や談話室ならまだしも、部屋に出入りするとこを目撃されたら言い逃れはできない。その危険性をなるべく低く抑えるために、確実に存在を知っていて、かつ自分のものではない談話室の立ちばさみを使うことにした。そしてそのような方向に思考が働くのは、この状況を見る限り部屋に侵入した後ではなく、侵入する前と考えられる。つまり犯人はダイイングメッセージを切り取るために談話室からハサミを持ち出した。そして206号室へ侵入してシートを切り取りコンロで燃やした。ハサミを準備したということは、そこにメッセージが残されていたことをあらかじめ知っていたからだ。しかも床ではなく、ハサミで切り取れるシートの上にあることを。ゴム手袋をしても丸の内警部が考えたように前もって予備を忍ばせていたわけではない。改めて予備の手袋を自分の部屋から持ち出したんだ。手袋が2組燃やされていたというのはそのせいだったのか。ねえ、最初のゴム手袋は殺害時に燃やしていたんでしょうからね。犯人は2度目の侵入でシートを切り取ってゴム手袋と一緒に燃やした。その時すでに血が固まっていたため、シートを切り取った後、血が流れ込まなかった。窓が凍っていなかったことから2度目の侵入は明け方以降と考えられます。なるほど。ここに重要なポイントがあります。犯人は部屋に忍び込み、ダイイングメッセージに気づいて切り取ったのではない。ダイイングメッセージを処分するために忍び込んだ。再び現場を訪れる前からすでに犯人はダイイングメッセージの存在ことを知っていた。では犯人はいつダイイングメッセージが残されたことを知ったのか。いつ知ってたのかって、あんな目立つところにあるんだし、すぐに気づいたんじゃないですか。もし殺害時に知っていたのならその場で処分するはずだ。たとえ最初の手袋を燃やした後だったとしても、代わりの手袋もハサミも現場にあったからな。ということは殺害時には気づいていなかったんだろう。後で外から現場を確認する機会があり、メッセージを発見したんじゃないかね。わかった。忍さんは犯人の名前ではなく暗号化して書き残したんです。犯人は最初はその意味がわからなかったけど、後で何かの表紙に気づいたとか。あるいは犯人がダイイングメッセージのことを知りながら放置した可能性があるかもしれない。何のためかはわからんがね。殺害時犯人はあえて放置した。殺害時犯人はダイイングメッセージが残されていたことに当然気づいていた。そしてそれはあえて放置したと考えられる。意味がわからなくて放置したという可能性はないんですか。それはありえない。例えば君が犯人だとして、被害者が今和の際に書き残した文字や記号をそのまま放置しておくか。意味がわからないからというなんて、そんな危なっかしいものをとりあえず処分しますね。犯人はそこにダイイングメッセージがあるのを改めて知っていて、あえてそのまま放置した。そして時間が改めて再び現場にやってきて、ダイイングメッセージを処分した。一度放置していたものをなぜわざわざ処分しに行ったのかね。わけがわからんよ。
犯人はダイイングメッセージが書き残されたことを知っていた。なのにその場では消さず、かなり時間が経ってから消した。なぜか。殺害時から何らかの要因で状況が変化したんだ。その変化した状況とはどんなものだったのか。このひらめきを思い出してほしい。犯人がアキの名前をシートに書き残した。犯人がダイイングメッセージを消した理由にアキさんの事故が関係してくるんですか？そう。あの時間帯に生じたことといえば、事故のニュースが流れたことだけだ。そのために犯人はシートを処分しなければならなくなった。となると、シートに残されていたのはアキの名前。シートに残されていたのは犯人の名前ではなくアキの名前だったと考えられる。でもアキさんは北海道にいたわけだし、彼女が犯人だなんてありえないです。じゃあ忍さんはわざわざ別の人の名前を書いたっていうんですか？そもそも犯人も別に自分の名前ではないから慌てて消す必要はないんじゃないかね。ではここで誰がメッセージを残したのかということをはっきりさせておこう。それはもちろん被害者じゃないですか？ダイイングメッセージなんですよ。でもそれだと犯人が消す理由がわからんのだよ。もしかしてメッセージを残したのは犯人なんじゃないかね。あるいは全然関係ない人間が残した可能性はないですか？犯人の予定がそれで狂ってしまった。メッセージを残したのは犯人だ。もし被害者が残したものならば、犯人は即座に処分しただろう。また第三者が後で残したものならば、犯人は再び被害者の部屋に入るまでそれを知り得なかったことになる。またこの場合、第三者の残したメッセージを見つけた犯人がわざわざ部屋を出て談話室にハサミを取りに行くとは思えない。そうですよね。その場でハサミを探し、すぐにメッセージを切り取ったはず。ダイイングメッセージは被害者が残すケースばかりではない。加害者が別の人間に罪をなすりつけるために偽装する場合もある。ということは、犯人はアキさんに罪を着せようとしたということだな。そういうことです。犯人はアキに罪を着せるため、アキの名前をダイイングメッセージとして残した。しかし、朝流れたアキの事故のニュースを聞いて現場に戻ったんだ。メッセージを切り取るために談話室のハサミを持って、だからこそ現場にハサミがあったにもかかわらず談話室のハサミが使われた。そして犯人は殺害時に自分が書き残したアキというメッセージを切り取った。すでに血は固まっていたため、切り取られたシートの下の板敷きは血で汚れていなかった。それから犯人は使ったゴム手袋とシートをコンロで燃やし、換気のために窓を開けた。司くんが死体を発見した時、現場の窓を簡単に開けることができたのはこのためだ。また刺激臭が部屋に残っていたのは犯人の換気が十分ではなかったからだろう。時間がなかった犯人はシートを燃やし終えるとすぐに窓を閉めて現場を後にした。これがこの事件に隠された不可解な謎に対する答えだ。なるほど。ということは、私がニュースを見て朝食を食べていた間に犯人がシートを燃やしたっていうことですか？おそらくそうだろう。もし君がすぐに先輩を起こしていたら、あるいは他の住人がニュースを見ていたら、犯人はシートを隠滅する余裕がなかっただろう。燃やしている最中に君たちの誰かが踏み込まれた可能性もある。その意味では犯人は運が良かった。もっとも致命的なミスをやらかした後のほんの小さな幸運だがな。致命的なミス？いないアキに罪を着せたことだ。もしアキの名前が書かれたダイイングメッセージが現場に残っていたら、警察はどう考えたか。彼女のアリバイが確定した時点ですぐに偽装だと判断しただろう。逆に言うと、犯人は偽装工作をしたことを知られたくなかったから、わざわざシートを処分したことになる。
でもどうせアキさんが犯人じゃないんですよね。知らんぷりすればよかったんじゃないですか。偽装したことがバレてもバレなくても広告層の全員が疑われることに違いはないんだし。そう単純じゃない。北海道にいて犯行が絶対に不可能なアキに罪をなすりつけたということは、犯人がアキが北海道に行ってることを知らなかったという事実を示すことになる。だから犯人は偽装工作を隠蔽しなければならなかったんだ。おそらく犯人は消し忘れた101号室の明かりを見てアキが部屋にいると勘違いしたんだろう。つまり犯人は綾戸アキの不在を知らなかった人間ということかね。よし、早速全員に事情を聞いて。でもアキさんがいなかったことは事故のニュースでもうみんな知ってます。今更知らなかったなんて犯人が白状するわけないと思いますけど、わざわざシートを切り取ったって知ってるふりをすればよかったんじゃないですか。確かにその通りだ。にもかかわらず、なぜ犯人は危険を冒してでもシートを切り取らなければならないと思ったのか。犯人はあるものを見てシートを切り取らなければならないと思った。そのあるものとは何なのか。その答えが書かれているのが赤車のこの部分だ。談話室にあった6個のグラスが犯人がシートを切り取らなくてはならないと思った理由だ。犯人は被害者の忍と同じように談話室の6個のグラスを見ていたんだ。グラスの数がシートを切り取らなくてちゃいけない理由にどう関係してくるんですか。犯人は朝のニュースを見てアキが北海道に旅立ったことを知った。それと同時に談話室の様子を思い出した。菓子や酒瓶、グラスが散乱していたのは普通の宴会ではなく秋の壮行会が行われたのだと。壮行会に出席していた人間は確実に秋が北海道へ旅立ったことを知っている。逆に壮行会に出なかった自分は容疑者が減った分より強く疑われることになる。朝の時点で雪のせいで外部犯に見せかけることが無理だと犯人も分かっていただろうからな。そっか。壮行会は実際3人だけで行われたが、談話室のテーブルには6個のグラスが並んでいた。住人は全部で7人、グラスは6個。7-6と考えると、犯人たり得る人物は自分一人だけということになってしまう。たとえグラスの正確な数を覚えていなくても、1つや2つではなかったことは覚えているはずだ。他に参加しなかった者がいるかもという僥倖にかけて何もしないわけにはいかなかっただろう。なるほど。だからなんとかメッセージを隠滅しようとしたんですね。ここで犯行時刻から翌朝までの犯人の行動を整理してみよう。司君たちが被害者の忍が帰宅するのが午後11時半過ぎ。犯人はその後にゴム手袋をつけて忍の部屋に侵入し、出刃包丁で忍を殺害した。その時忍が書き残したようにしてキッチンのシートに秋の名前を書き残した。それから犯行に使ったゴム手袋を燃やして現場を後にした。これが12時から1時の間だ。実質に戻った犯人は計画がうまくいったことに安心しきっていただろう。そして翌朝の午前7時頃、秋が乗っているバスが土砂崩れに巻き込まれたというニュースが流れた。犯人はそれを見て秋がいないことと談話室で壮行会が開かれたことに気づいた。しかも壮行会の参加者はグラスの数からすると6人。このまま忍の死体とダイイングメッセージが見つかればどうなるか。当然犯人が秋に罪を着せようとしたことが分かってしまう。いない秋に罪を着せようとするのは秋の壮行会に参加していない自分しかいない。犯人は慌ててゴム手袋と談話室の立ちばさみを持って現場へと戻った。そして秋の名前が書かれたシートを切り取り燃やして現場を後にした。
私たちがみんなにニュースのことを知らせに行って死体を発見したのはその後ってことですね。そうだ。では、アキが北海道に行っていることを知らなかった犯人とは誰なのか。それを示しているのがこのひらめきだ。三江はアキの不在を知らなかった。マリと吉野は壮行会に参加していたのでもちろん知っていた。さやかはライバル校のマリオネット部に所属していて、一月前までは自分が行く気満々だった。全国大会のために親のヨーロッパ旅行を断ったことから考えても当然知っている。司君と千恵美は忍が殺される1時間前に壮行会のことをマリから聞いて知っている。よって残るのは一人だけだ。壮行会の夜からアキが北海道に立つまでの間、群馬北部へ遺跡発掘に行っていて、ニュースを見るまでアキの不在を知らなかった人物。犯人は本名三江。彼女以外に考えられない。検証終了。なるほど。本名三江か。すぐに裏を取る必要があるな。動機は推測に過ぎませんが、みんなが予想している通り男関係のもつれかもしれませんね。とにかく本名三江はゴム手袋を用意し、殺意を持って被害者の部屋を訪ねた。現場の包丁を使っているところからキッチンを貸してほしいとでも頼んだのかもしれない。そして不意をついて殺害。アキの名前をシートに書き残して被害者の書いたダイイングメッセージに見せかける。それから犯行に使った手袋をコンロで燃やし、現場を後にした。もし計画がうまくいっていたら、そのまま死体とメッセージが発見されて、隼人アキが疑われてたんだな。そうですね。しかし本名三江はよりによって罪を着せる相手が不在の日を選んでしまった。ダイイングメッセージが発見されれば、隼人アキのアリバイが確定した時点で偽装が発覚。自然と容疑者として本名三江の名前は浮上したでしょう。だからこそ危険を冒してでも現場に戻ってメッセージを切り取らなくてはならなかった。犯人にとっては最悪の事態だっただろうが、そのおかげで計画にほころびができた。因果応報ってやつかもしれないね。吉川君、捜査への協力感謝する。あとは本名三江本人の口から聞くとしよう。ではお先に失礼するよ。ありがとうございました。無理して礼を言うことはない。人が一人殺されて、その最有力容疑者が君のすぐそばにいた女の子だった。やりきれない話だ。だけど、分かってます。犯罪は犯罪ですもんね。許してはいけないし同情もできない。そうですよね。あまり考え込むな。忘れられるなら早く忘れてしまうのがいい。いや、それはちょっと無理かも。そうだな。忘れられるわけがない。じゃあ、これで失礼します。ありがとうございました。ああ。どういうことだ？何が？
また天野司の関わる事件だった。わざと選んでるだろ。今回はな、俺も驚いてるんだ。あの女の子は何度も事件に巻き込まれている。それもお前がここに来てからな。よくわからんが、これは本当に何かの縁なのかもしれん。見ず知らずの女の子だぞ。ひょっとすると天野司を救うのはお前自身のためなのかも。どういうことだ？いや、わからんよ。なんとなくそんな気がするだけだ。アカシャはお前たちの世界の出来事を記したものと言われている。だが一方でこういう考え方もある。お前たちの世界の出来事はアカシャの記述に運命づけられている。二つのどっちが先ということはない。アカシャがお前と天野司を結びつけているのかもしれないな。さて次の物件を探すとしよう。謎解きの腕前もかなり上がっているようだし、とびっきり難解なやつを見つけておくよ。はい、というわけで、雪降る女子寮にてでした。次が切断された5つの首ですね。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。それではまた。